眠い町、小川未明。この少年は名を知られなかった。私は仮に K と名付けておきます。K がこの世界を旅行したことがありました。ある日彼は不思議な町に来ました。この町は眠い町という名がついておりました。見るとなんとなく活気がない。また音一つ聞こえてこないしんとした町であります。また建物といってはいずれも古びていて、壊れたところも修繕するではなく、煙一つ上がっているのが見えません。それは工場などが一つもないからでありました。町はだらだらとして平地の上に横たわっているばかりであります。しかるに、どうしてこの町を眠い町というかと言いますと、誰でもこの町を通った者は、不思議なことには自然と体が疲れてきて眠くなるからでありました。それで日に幾人となくこの町を通る旅人が、皆この町に来かかると、急に体に疲れを覚えて眠くなりますので、町外れの木陰の下や、もしくは町の中にある石の上に腰を下ろして、しばらく休もうといたしまするうちに、まるで深い深い穴の中にでも引き込まれるように眠くなって、つい知らず知らず眠ってしまいます。ようやく目が覚めた自分には、もういつしか日が暮れかかっているので、驚いて立ち上がって道を急ぐのでありました。この話が誰から誰に伝わるとなく広がって、旅する人々はこの町を通ることを恐れました。そしてわざわざこの町を通ることを避けて、他の方を遠回りをしてゆくものもありました。K は人々の恐れるこの眠い町が見たかったのです。人の恐ろしがる町へ行ってみたいものだ。俺ばかりは決して眠くなったとて我慢をして眠りはしないと心に決めて、好奇心の誘うままにその眠い町の方を指して歩いてきました。なるほど。この町に来てみると、それは人々の言ったように気味の悪い町でありました。音一つ聞こえるではなく、しんとして昼間も夜のようでありました。また煙一つ上がっているではなく、何一つ見るようなものはありません。どの家も戸を閉め切っています。まるで町全体がちょうど死んだもののように静かでありました。K は壊れかかった黄色な土の塀について歩いたり、破れた戸の隙間から中の様子を覗いたりしました。けれど、家の中には人が住んでいるのか、それとも誰も住んでいないのかわからないほど静かでありました。たまたま痩せた犬がどこから来たものか、ひょろひょろとした歩みつきで街の中をうろついているのを見ました。K は、この犬はきっと旅人が連れてきた犬であろう。それがこの町の中で主人を見失って、こうしてうろついているのであろうと思いました。K はこうして、この町の中を探検していますうちに、いつともなしに体が疲れてきました。はあはあ、なんだか疲れて眠くなってきたぞ。ここで眠っちゃならない。我慢をしていなくちゃならない。と、K は独り言をして自分で気を励ましました。けれどそれは、ちょうど麻酔薬を嗅がされた時のように、体がだんだんしびれてきました。そして、
もう少しでもこうしていることができなくなったほど眠くなってきましたので、K はついに我慢がしきれなくなって、そこの塀のあたりに倒れたまま、前後も忘れて高いいびきをかいて寝入ってしまいました。よく眠ったと思いますと、誰か自分を揺り起こしているようでありましたから、K は驚いて目を見張って起き上がりますと、いつの間にやら日は全く暮れていて、あたりには青い月の光が冷ややかに彩っていました。もう何時頃だろう。これはしまったことをしてしまった。いくら眠くても我慢をして眠るのではなかったか。と、K は大いに後悔しました。けれども、もはや仕方がありません。彼は、そこに落ちていた自分の帽子を拾い上げて、それをかぶりました。そしてあたりを見回しますと、すぐ自分のそばに一人のじいさんが、大きな袋を担いで立っていました。K は、このじいさんを見ると、誰か自分を揺り起こしたように思ったが、このじいさんであったかと考えましたから、彼は臆する色なく、そのじいさんの方に歩いて近づきました。月の光で、よくそのじいさんの姿を見守ると、破れた洋服を着て、古くなったボロ靴を履いていました。もうだいぶの年と見えて、白いひげが伸びていました。あなたは誰ですか？と少年は声に力を入れて問いました。するとじいさんはとぼとぼとした歩きつきをして K の方に寄ってきて、わしだ。お前を起こしたのは。わしはお前に頼みがある。実は、わしがこの眠い町を建てたのだ。わしはこの町の主である。けれど、お前も見るように、わしはもうだいぶ年をとっている。それで、お前に頼みがあるのだが、一つ、わしの頼みを聞いてくれぬか。とそのじいさんは、この少年に話しかけました。K は、こう言ってじいさんから頼まれれば、男子として聞いてやらぬわけにはいきません。僕の力でできることなら、何でもしてあげよう。K は、このじいさんに誓いました。じいさんは、この少年の言葉を聞いて、非常に喜びました。やっと私は安心した。そんならお前に話すとしよう。わしは、この世界に昔から住んでいた人間である。けれど、どこからか新しい人間がやってきて、わしの領土をみんな奪ってしまった。そしてわしの持っていた土地の上に、鉄道を敷いたり、汽船を走らせたり、電信をかけたりしている。こうしてゆくと、いつかこの地球の上は、一本の木も、一つの花も見られなくなってしまうだろう。わしは昔から美しいこの山や、森林や、花の咲く野原を愛する。今の人間は少しの休みもなく、疲れということも感じなかったら、またたくまにこの地球の上は砂漠となってしまうのだ。わしは疲労の砂漠から袋にその疲労の砂を持ってきた。私は背中にその袋を背負っている。この砂を少しばかりどんなものの上にでも振りかけたなら、そのものはすぐに腐れ、錆び、もしくは疲れてしまう。で、お前にこの袋の中の砂を分けてやるから、これからこの世界を歩くところは、どこにでも少しずつ、この砂をまいていってくれ。とじいさんは、K に頼んだのでありました。少年は、じいさんから不思議な頼みを受けて、袋を持って
この地球の上を歩きました。ある日、彼はアルプス山の中を歩いていますと、言うに言われぬいい景色のところがありました。そこには幾百人のどかたや甲府が入っていて、昔からの大木を切り倒し、見事な石をダイナマイトで打ち砕いて、その後から鉄道を敷いておりました。そこで少年は袋の中から砂を取り出して、せっかく敷いたレールの上に振りかけました。すると、見る間に白く光っていた鋼鉄のレールは真っ赤に錆びたように見えたのでありました。またある繁華な雑踏を極めた都会を K が歩いていましたときに、向こうから走ってきた自動車が危うく殺すばかりに一人のでっち小僧を跳ね飛ばして、振り向きもせず行き過ぎようとしましたから、彼は袋の砂をつかむが早いか車輪に投げかけました。すると見る間に車の運転は止まってしまいました。で、群衆はこの無礼な自動車を難なく抑えることができました。またある時、K は土木工事をしているそばを通りかかりますと、多くの人足が疲れて汗を流していました。それを見ると気の毒になりましたから、彼はごく少しばかりの砂を監督人の体に巻きかけました。と、監督はたちまちの間に眠気を催し、さあ、みんなもちっと休むだ。と言って、彼はそこにある帽子を頭に当てて、日の光を遮りながらぐーぐーと寝込んでしまいました。K は汽車に乗ったり、汽船に乗ったり、また鉄工場に行ったりして、この砂を至るところで巻きましたから、とうとう砂はなくなってしまいました。この砂がなくなったら、再びこの眠い町に帰ってこい。すると、この国の王子にしてやる。と、じいさんの言った言葉を思い出し、少年はじいさんに会おうと思って、眠い町に旅出をしました。幾日かの後、眠い町に来ました。けれども、いつの間にか昔見たような灰色の建物は跡形もありませんでした。のみならず、そこには大きな建物が並んで、煙が空にみなぎっているばかりでなく、鉄工場からは響きが起こってきて、電線はクモの巣のように張られ、電車は市中を縦横に走っていました。このありさまを見ると、あまりの驚きに、少年は声を立てることもできず、驚きの眼を見張って、一生懸命にその光景を見守っていました。